皆さん、少しお久しぶりになってしまいましたが、日本語耳ポッドキャストへようこそ。マリエです。いかがお過ごしでしょうか？皆さん元気ですか？日本語耳ポッドキャスト。最近ね、ちょっとポッドキャストをお休みしていました。日本に一時帰国していたりとかで、少し忙しくしていたので、お休みしてしまったんですけど、今日のエピソードを聞いてくれている皆さん、また私の日本語耳ポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。今日はね、日本に一時帰国していた話について、話をしたいんですけど、まずはちょっと背景をお話しすると、私は2018年からヨーロッパに住んでいます。最低1年に1回は日本に帰るようにしています。できない時もあるんだけど、できるだけね、日本に帰る時期っていうのはいつもバラバラなんですけど、今回は初めて6月に帰りました。梅雨の時期だから、今までちょっとね、6月は避けていたんですけど、今回ね、6月に帰ってみて、実はかなり楽しめました。夏本番の時よりも暑くないし、雨は降るんだけど、私がいた時は結構ラッキーで、そこまで雨は降らなかったし、そしてね、紫陽花がちょうど咲いている時期で、道を歩いていても紫陽花が綺麗に咲いていて、すごくなんかそれだけで楽しめました。で、あとは、ゴールデンウィークとかお盆とか、そういうような、大きい連休と重なっていないし、桜とか紅葉の時期でもないので、だから、全体的に観光客が少ない時期であるとも思います。私は実家がある、神奈川県横浜市に帰っていたんですけど、最近ちょっと問題視されているような、観光客問題みたいなのも、個人的にはそんなに感じることはありませんでした。だからこれから先、梅雨とはいえど、6月に帰るのも、全然ありだなと思っています。さて、今日は日本に一時帰国した時の話をするって、言ったんですけど、具体的に何を話したいかというと、その帰国をしている時に感じた逆カルチャーショックについて話したいと思います。結構面白い話ができると思うので、ぜひ皆さん最後まで聞いてみてください。この日本語耳ポッドキャストでは、皆さんの耳を日本語耳にするために、いろいろなことを自然なスピードの自然な日本語で話しています。なので少し早いと感じる人が多いかもしれないんですが、日本語のネイティブスピーカーと会話を楽しんでいるようなつもりで、リアルな日本語に触れてみてください。トランスクリプトと英訳は日本語耳のウェブサイトから無料で見ることができます。ネイティブスピードの日本語を聞いてわかるようになりたいという人や、日本についての面白い話をちょっといろいろ聞きたいという人は、フォローまたはチャンネル登録をして一緒に日本語耳を作りましょう。ではでは、テーマは逆カルチャーショックです。私は一時帰国をするたびに、この逆カルチャーショックっていうのがだんだん大きくなっていっている気がします。日本を離れてからの時間が経てば経つほど、日本に帰った時に、えってなるような、ちょっとびっくりすることだったり、それはちょっとっていうような、すごく変だなって感じることだったりっていうのが、増えていくっていうのは自然なことではあると思うんですけど、私の今回の帰国でも、またたくさん驚いたことがあったので、それをお話しします。ポジティブな驚きだったのもあるし、ちょっとネガティブな驚きだったものもあります。今日はそれを全部包み隠さず正直にお話ししたいと思います。ただこれは私の本当に個人的な体験だし、意見なので、そういう人もいるんだなぐらいに聞いてもらえるといいかと思います。早速、ポジティブな驚きから始めましょう。私が日本に一時帰国して感じたいい逆カルチャーショック。一つ目は、やっぱり日本の公共交通機関が信用できすぎること。今回、ある友達とご飯を食べようって言って、待ち合わせをしていたんですね。で、私も電車で向かっていた時の出来事なんですけれども、私が電車に乗っている時にね、友達からメッセージが来て、ごめん、電車逃しちゃったっていう連絡が来たんですね。だから、私は自動的に、じゃあ待ち合わせに遅れるっていうことなんだなって理解をして、じゃあ待ってるから、着いたら適当に連絡してねっていうふうに返事をしました。
でもその次の返信が、でも次の電車もすぐ来るから、多分間に合うと思うっていう、返事だったんですね。電車を逃したのに、待ち合わせ時間に間に合うんだっていうところに、私はすごくびっくりしてしまいました。電車を一つ逃しちゃっても、次のがすぐに来るから、別にそんなに問題はないんですよね、日本では。私が現在住んでいるのはオランダなんですけれども、そのオランダでは電車をむしろ逃さなくても、なんか急に止まっちゃったりとか、急になんか電車がキャンセルになったりとかして、そういうことがすごくよく起こるので、間に合わなくなるっていうことが、むしろデフォルトなのかというぐらいの頻度で起こります。そして前に住んでいたスイスのチューリヒでも、スイスはね、ヨーロッパの中でも比較的交通機関が結構整っているというふうには言われているんですけど、でももし一つ電車を逃しちゃったら、次の電車までに最低15分ですかね。次のが30分後だったっていうことも私は経験しました。なので、私は久しぶりに日本の交通機関の最強さに、圧倒されました。これは日本でも地方だったらちょっと違うとか、場所によっての違いはあるかと思いますけど、でもやっぱり日本の電車は最強です。なんで他の国の公共交通機関はここまでの便利さとか安心感、信頼性がなくて、日本ではあるのか？何が違うから、日本の電車とかはこんなに便利なのかなって、ちょっと不思議です。日本がね、できるから他の国でもできるんじゃないかなって思うんですけど、もしわかる方がいたら教えてください。次、私が日本に一時帰国して感じたいいカルチャーショック、2つ目。この2つ目はですね、お店とか病院とかどこに行ってもスタッフの人がとりあえず優しすぎるということです。いい意味ね、過ぎるって言ったけど、いい意味で使ってますよ。もうすごく優しいっていうことですね。今回の一時帰国でも、もちろん私はいろいろなお店に行ったんですけども、やっぱりどこもサービスのスタンダードが高いと感じました。別にそれってなんか私にとっては、前は日本に住んでいた時は当たり前だったはずなんですけど、でもやっぱりしばらく日本を離れて、そして帰ってくると、本当にいいサービスだな、気持ちがいいなって思います。全員じゃないかもしれないけど、ほとんどみんな笑顔だし、若いアルバイトの人も含めて、みんなとっても一生懸命働いていました。その中でも一番驚いたのが、今回普通にこうレストランとか、そういうお店だけじゃなくて、病院系もたくさん行ったんですね。別に調子が悪かったわけではないんですけど、なんか歯医者さんに行ったりとか、健康診断を、人間ドックを受けに行ったりとか、そういうようなところのスタッフの皆さんも本当に優しかったんです。例えば、人間ドックに行った日、胃カメラをやったんです、私。内視鏡検査。胃カメラ飲んだことある人いますか？私は初めてやったんですけど、もう本当にね、私死んじゃうんじゃないかって思うぐらい辛かったんですね。でも、そのすごい辛い検査の時も、お医者さんがこうカメラを入れている間、看護師さんが横についていてくれて、ずっと私の背中をさすってくれていました。もう本当にね、その時は辛いのと、看護師さんの優しさに感動するのとで、もうなんかわけわからないことになっていました。私が日本に一時帰国して感じたいいカルチャーショック。3つ目は、やっぱり全てが便利なこと。これは一番最初に話した電車とかの話もそうなんですけど、それだけじゃなくて、まずそこら中にお店がある。レストランでもカフェでもバーでも、あとはこうネイルサロンとかなんかでも、もう何でも近くにあるんですよね。で、しかもたくさんあるから、例えば一つのところがいっぱいだったとしても、すぐに他を探すことができます。本当に便利だなって思いました。大きい都市だからということももちろんあるとは思うんですけど、日本ではあんまりいろいろと前もって考えたりとか、プランをしたりしなくても、大丈夫でしょっていうような安心感があります。私が住んでいるオランダでは、
なんか小さい話だと、出かける前に、例えばトイレに行っておこうとか、お水を持って行った方がいいかなとか、そういう本当にすごい小さいことなんですけど、いろいろと前もって考えて、段取りよく行動していかないと、なんか後で困ったりすることっていうのが結構あるんですよね。移住してきて最初の頃は、そういう段取りがあんまり私はうまくできなくて、困ったことが何回もありました。でもなんか日本では本当に何も考えずにこう家を出たところで、トイレはそこら中にあるし、しかも無料だし、コンビニとか自販機ももう本当にありすぎるぐらいそこら中にありますよね。だからこうなんか水とか何かが必要になってもすぐに手に入るし、本当に楽だなって感じました。そしてね、トイレの話をしたらこれも話さなきゃいけないですけど、トイレ。日本のトイレって最高ですよね。どこにいても本当にすぐにトイレが見つかるし、無料で使えます。そして、そのほとんどが綺麗。もうピカピカですね。パーフェクトデイズっていう映画を見たことがある人はいますか？トイレの清掃のお仕事をしている人の話なんですけど、主人公のようにトイレの清掃を本当にこう心を込めて丁寧にやってくれている人がいるんだなっていうのを感じられるぐらいの綺麗さです。ということで、ここまでがポジティブな逆カルチャーショックです。だけど、やはりないことにできないのがネガティブな面ですよね。日本のすごいところばかりお話ししてきたんですが、もちろん、ちょっと変だったりとか、マイナスな部分っていうのはあります。なので、私が今回日本に一時帰国して感じた良くない逆カルチャーショックを、これも3つお伝えしたいと思います。1つ目はですね、列に並んで待つ時とかの距離感がすごい近い。日本の都市部は本当に人が多いので、並んで待つということは頻繁に起こります。電車に乗る時も列にこう沿ってね、並んで待つし、トイレも並んでいることが多いし、レストランとかラーメン屋さんなんかも並んでいることがあります。大抵すごく綺麗に整列して並んでいるんですけれども、ただその並んでいる時の距離感がすごく近いです。後ろの人がすぐ後ろにすごく近い感じでぴったりとくっついてくるんですよね。なんか、あら、すごい近い人がいるなって思って、もしかしてこの今私の後ろに並んでるこの方が、ちょっと距離感が近めの人なのかななんて思ったりもしたんですけど、でもその後も例外なく、毎回どこで何に並んでいても同じでした。誰かに横入りをされないためなのか、なんだかちょっとわかりませんけど、だいぶ近いんですよね。後ろから何かされるんじゃないかとか、私の持ってるそのカバンの中に何か入れられちゃうんじゃないか、逆にそこから何か取られるんじゃないかとか、そういうことを私はいろいろと考えてしまって、あまりいい気持ちではなかったです。私が日本に一時帰国して感じた良くない逆カルチャーショック。2つ目。アナウンスとかの音がうるさすぎる。電車の中でも、駅構内でも、お店の中でも、常に何かしらのアナウンスだったり、こう面白い音楽が流れていたりするんですよね。例えば、もうまず成田空港に着いた瞬間から、空港の掃除ロボットみたいなやつがこういたんですね。で、それ、動きながらずっと同じ音楽をこうピロピロリピートで流しながらこう動いていたし、その後に乗った成田エクスプレスでも乗っている時のアナウンスが異常に多いです。多言語でアナウンスをしているからっていうのもあるんですけど、それにしてもアナウンスが多すぎて、何もアナウンスがされていない時間の方が断然短いというような感じでした。あとは、音がうるさいで定番なのはドン・キホーテですよね。ドン・キホーテも音楽がかなりすごいです。スーパーでもそうですね。スーパーの中でも魚売り場とかはまた別の音楽がかかっていたりとか、なんかいらっしゃいいらっしゃいみたいな、その録音されている声がリピートで再生され続けていたりとか、そういうことも多いです。コンビニの入店時の音みたいに、その音を聞くだけで日本を感じられるっていうようないい面もあるかとは思うんですけど、でも私個人的にはその日本のいろいろな音には、ちょっと頭がおかしくなりそうな時があります。私が日本に一時帰国して感じた良くない逆カルチャーショック。3つ目いきましょう。
サービスがいいけど、臨機応変じゃない。これは良くないっていうわけではないんですけど、ちょっと驚きました。先ほども日本ではやっぱりサービスのスタンダードが高いです。すごくいいサービスを受けましたというお話をしたんですけど、いいサービスではあるんですが、臨機応変さに欠けると感じることが何回かありました。例えば飲み屋さんに行った時、居酒屋に行った時の話なんですけど、飲み放題にはしないで、単品で頼みますってこっちは言っていたんですけど、店員さんはこういろいろな説明をしてくれる時に、もし飲み放題にされる場合はなんとかなんとかっていう風に言って、飲み放題の説明も、きちんと細かくしてくれました。飲み放題にしないって、もうこっちははっきり言っていたので、じゃあ別にわざわざ飲み放題の説明をしないでも、その部分は省いてしまった方がいいんじゃないかという風に私は思うんですけど、でもマニュアル通りに全てきちんと細かく説明してくれる人が多いです。説明をしてくれる分には別に問題ないし、いいんですけど、私の現在のオランダでの生活は、必要な説明もしてくれないようなことが、多いので、それに慣れてしまってるからかな、少しびっくりしました。はい、どうでしょうか皆さん。日本に行ったことがある人、または日本に今現在住んでいる人もいるかもしれません。同じようなことを感じたことはありますか？または全然違うことを感じましたか？ぜひ皆さんの経験についてもコメントで教えてください。どの国にもいい面、そして悪い面っていうものはあるものなので、日本がいい国だとか、日本が悪い国だということではなくて、面白おかしくみんなで日本での体験談をシェアしていけたらいいなと思っています。日本語耳ポッドキャストは YouTube、Spotify、Apple Podcast で見たり聞いたりすることができます。フォロー、チャンネル登録がまだの人はぜひ登録をして、また次のエピソードで会いましょう。じゃあね。